パン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 竹虎4代目の産声だと思ってます。で誰かに呼ばれてる竹の声だってずっと思ってます。はい、皆さんこんにちは。滝チューバーの竹虎4代目です。今日はですね、大学4年生の夏、まさにこれから進路を自分をですね、就職どうしようかと思ってた夏に起こった不思議な出来事のお話をしたいなと思ってるんです。自宅が竹虎の本社の真ん前にあって、で帰省した時は必ずこの2階の部屋で寝てたんですね。当時はエアコンもなかったんですけど、この窓とか開けてるとね、涼しい風が入ってきて、でゲロ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 って周りのね、田んぼのカエルの音なんかを聞きながら眠るという日々だったんですが、ちょうどその日はね、霧雨のような雨が、細かい雨がパーッと降ってるような夜でした。僕は近畿大学のよさこいの幹事をやってて、次の日がですね、抽選会だったんですよ。早く起きないといけないということで、11時頃に寝ようと思って、布団の中に入ったんですよ。僕は実はですね、ものすごい熱気よくて、飛行機なんかも着席してね、ちょっとうとうとっとしててガタンって言うから、やっと離陸したかなと思ってパッと気がついたら、もう羽田についてたりとかいうぐらい熱気がもともとはいいんですよ。ところがその日に限ってなかなか寝られないんですよ。でね、寝られないだけじゃなくてね、なんかね、この部屋で寝ててですよ、誰かが呼んでるような気がしてならないんですよ。何の声これ、誰か呼んでるよ。見てください、この天井なんかもね、でも竹やじろでうちの祖父が作った、それは関係ないんですけど、誰か呼んでるなって気がして、でですね、当時はね、パンツ一丁で腹巻きだけしてね、真っ裸で寝てましたね。でこの戸を開けて出てきて、誰か呼んでるな、こっちから声聞こえるんですよ。でガラス窓を鍵外す、カーッと開けたんですよ。その日ちょうど雨が降ってたんでね、窓をパーッと開けて、そしたら今は新しい工場が建ってますけどね、当時は木造のボロッボロの工場だったんですよ。うちの工場っていうのは、この工場の向こうから誰かが呼んでるような声が、誰かの声が聞こえるなと思って、おかしいなと思って、ここから降りて工場の方へ向かうんですよ。当時ね、この辺りってもう一等で田舎なんで真っ暗なんですけど、ちょうどね、うちのね、あそこに見えてる電球あれ見えますかね、明かり。明かりがですね、うちのそこの前と、この家の敷地の前と、左側に一つで、ここの敷地の前に一つと、一つ一つこう2つあったんですよ。で辺り真っ暗なんやけど、その明かりがついてるおかげで細かい雨が降ってるっていうのがはっきり分かったんですよ。なんか声が聞こえるな、なんか声聞こえるなと思って導かれて真っ暗な工場に向かうんです。今考えても不思議なんですけど、傘も持たずに母のサンダルをつま先に引っ掛けて、でそのままこう駆け出していったんです。こうで、当時はここも同じようにお店があって、工場がですね、ほんと継ぎはぎだらけの木造のポロポロだったんですけど、で真っ暗ですよ。けど何回壊れてるなと思ってこう急いでいくわけですよ。でちょうどですね、うちで製造した竹製品を満載にして、ここに10トン車のトラックが止まってました。で今ここはうちの最高になってますけど、コンクリートの3階建ての建物が建ってて、こっちから見てですね、向こうの川の方の様子って全然わかんないんですよ。おかしい、何か呼んでると思って、もう真っ暗、この辺りももう真っ暗なんですけど、ずっとここまで来るんですよ。呼ばれてるよ、何と思って、ほんでまさにここですよ。まさにこのガードレールのここまで来て火事を発見するんです。僕がここに来た時には屋根よりはるか上ぐらいまで日が高くなって、とても手がつけられないような状態だったんです。これはいかんと思って、それが急いで帰って、父親なんかもみんな飛び出してきてましたよ。もう
んだん大きくなったになるんで、で周りの人からもどんどん人が集まってくる。でもう消防車がザーッ集まってきてね、もうそれからのことはもうほとんどあんま覚えてないんですけど、はたっと気がついたらね、翌日の正午でした。まさにね、このサンダル履いたまま真っ裸ですすけたままで真っ裸ではたっと気がついたのが次の日の正午です。まあけどね、その火事を発見してからもう火の手の周りは早いんですよ。ガーッと燃えていきます。で竹っていうのは油分のものすごく多い植物なんで、一回火がつき出すと止められないんですよ。もう消せないんですよ。後から聞くとまるで化学工場の火事みたいだった。かけても消えない。もう火の勢いで強いですもんね。もうどんどん燃えて、もうあんな恐ろしい思いはもうしたくないのね。ここにあった次の日に関西に向いていくはずだったトラックっていうのもドライバーが鍵を持って帰ってたんですよ。で鍵がなくて、で開けられなくてね、残念ながらここで、一緒に燃えてしまいました。その日に撮った写真でちょうどこの辺りの立ってた標識が写ってるんじゃないかと思うんですが、ちょうどここにもバス停があってね、でガーッとこう燃え上がるこの炎の前で火事のことを聞いて集まってきた社員の方が当時60人おられました。まさにこの場所です。この場所でへなへなーっともう座り込んでるんですよ、みんな。ここ見たらね、今でもあの時に炎に照らされてもうどうしようもない泣き顔、絶望した顔、驚く顔、もうみんなの顔が本当に思い浮かぶみたいです、ここに立つと。で祖父も父も事情聴取かなんかで消防署の方とかに行ってましたんで、誰もいないんです。僕しかいなくて、ガーッと燃え上がる炎の中で皆さんに向かって行ったんですよ。もう本当大学4年だったんで、別に帰ってくるって決めてたわけでも何でもないんだけど、僕がやります、任せてください、安心してください、竹虎は僕が立て直します、間違いなくやります、皆さん安心してお帰りくださいってここで思わず言ってしまったんです。ここでその時もね、どんどん火が燃えてます。で竹って燃えるとね、パン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 音するんですよ。ポン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 ガーン燃えて、もう恐ろしい音ですよ。恐ろしかった。もう本当にすごい炎が、火の粉がバーッと前で切るけど、ポン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 と音が鳴るゴーッという炎が、僕は竹虎4代目の産声だと思ってます。ほんであれだけ寝つきの良かった僕がね、どうしても寝られなくて、で誰かに呼ばれてる、誰か呼んでる、なんかお前こっち来いこっち来いって言ってる、あれっていうのがね、僕は竹の声だってずっと思ってるんですよ。それから入社して倒産の危機があって、いろんなことがあって、今日迎えられてますけど、全部ね竹の声のお導きだなと今にしてもやっぱり思いますね。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。